皆さんこんにちは。オーストラリアからゆうかです。今日はパーマカルチャーって何？どんな暮らし？っていうテーマで動画を撮っていきたいと思います。で、なぜ私が、このテーマを選んだかというと、今私の YouTube で自給自足を、するために、こ少しずつ、山で、キャビンを作ろうとしているその様子を、動画を撮っているんですけど、そもそもそこで、何をしようとしているのかっていうのが、このパーマカルチャーなんですね。で、このパーマカルチャーっていうのは、思想とか哲学的な感じで、ライフスタイルでもあると思うんですけど、それをね、ちょっとシェアすることで、もっと皆さんに理解をしてもらえたら嬉しいなっていうのと、あとは最近そのエコとか、エコロジカル、エシカル、サステイナブルっていう言葉を、聞く人も多いと思うんですよ。で、すごい日本でも、このカタカナの英語がね、すごくポピュラーになってきてると思います。で、そういうことをね、やりたいとか、これからどんどん深めていきたいと思っている人にも、このパーマカルチャーっていうのを、ぜひ知ってもらいたいなと思っています。日本でこういう活動をしている方も、何か所かであるみたいなんですけど、まだまだあまり知られていないと思うので、この私の動画をきっかけに、自分で何かこう調べてみようっていうふうに思っていただけたら嬉しいなって思っています。で、まずそもそもパーマカルチャーっていうこの言葉なんですけど、これは造語になります。1970年に、ビル・モリソンとデイビッド・ホルムグレンというこの2人の方が、このパーマカルチャーっていうものを生み出しました。で、この2人はですね、オーストラリアの、タスマニア生まれなのかなで、ここに住んでいて、この言葉を生み出したんですけども、なので、このパーマカルチャーっていうのはオーストラリア発祥なんですね。で、ここにもちょっと書いておこうと思うんですけど、パーマカルチャーっていうのは、パーマネントっていう永続的なっていう意味と、アグリカルチャー、農業ですね。この2つの言葉を合わせて作ったのがパーマカルチャーっていうふうに言われています。で、今では、パーマカルチャーは例えば生活とか、経済とか、地域とコミュニティとか、もう生活のあらゆることに、建物に関してとか、そう全てのことを含めて、パーマカルチャーっていうふうに言っているので、そのアグリカルチャーのそのパーマネントアグリカルチャー、永続的な農業っていうね、自給自足をしていくっていうことだけじゃなくて、その生活全てのことで、自分だけじゃなくその周りのコミュニティや環境に関しても全て含めてパーマカルチャーって言ってるので、もうカルチャーだけを使ってパーマネントカルチャー、永続的な文化っていうような、言葉としても使われています。実際パーマカルチャーってじゃあ何っていうことなんですけど、ちょっとメモを見ちゃうんですけど、そう基本的な考え方があります。で、簡単に言うとですね、自分の生活、地域、環境全体に関わる生き方、暮らし方を、心地よい暮らしにシフトしていくっていうことを目指していくこと。はい。つまりはですね、シンプルライフですね。簡単に言うと。そういうふうに地球に優しい生き方をしていくっていう感じですかね、簡単に言うと。うん。で、パーマカルチャーには10個から12個ぐらいの原則があるんですけど、今日はそのうちの3つ、簡単な基本理念を、紹介しようと思います。はい。で、1つ目はですね、地球を大切にするっていうことです。まずはですね、その地球を大切にするということで、私たち人間が健康に生きていくことができます。で、2つ目は、人を大事にするということですね。その自分のケアももちろん大事なんですけど、自分をケアすることによって、自分が健康になって、そうすることで、他人を、喜ばせてあげよう、他人を健康にしてあげようっていう気持ちも生まれるし、そのお互いを、尊重し合うっていう、そういう生き方もパーマカルチャーの倫理の一つです。で、3つ目ですね、豊かさを分かち合うということです。で、これは例えば野菜ができたら、それを自分だけのものにするんじゃなくて、地域に
のみんなでシェアをするコミュニティを作るとか、例えば昔ながらの方法だと物々交換とかありますよね。そういうふうにして一人の欲として使うのではなくて、みんなで分かち合うっていう、こういう倫理があります。ビル・モリソンさんがですね言った有名な言葉があります。そのパーマカルチャーの目的っていうのは地球を森で覆い尽くすっていう風な言葉なんですね。すごく素敵ですよね。つまりはじゃあ一体どういうことって今思ってる人もいるかもしれないんですけど、自然に寄り添った生き方を私たちがしていくっていうことです。でそうすることによって、私たちはたかが80年90年の命ですけど、地球というこの惑星はこのままずっとねうまくいけばきちんと続いていくはずです。で私たちの子供とか子孫とかずっと使っていくその、惑星を大切にずっと継続的にできるように私たちが生きていこうっていう考え方なんですね。でなぜこういう考え方が生まれたかというと、ビル・モリソンさんがですね、子供の時にそういうちょっとジャングルじゃないんですけど森の中で暮らしていることがあったみたいでその時に気づいたことがあったらしいですね。それは森って人間の手を加えなくても勝手に自然が循環しているんですよ。だから私たちがお水をあげなくても木々は育つし、実はなるし、動物は生きているし、動物たちは自分で勝手に食べ物を見つけて食べ物を食べる。でその糞が土に帰って土の中で微生物とか、ミミズができて、すごくケミカルを与えなくても勝手に素晴らしい肥料ができる。でまたその肥料で木とか、樹木が育ってで緑がたくさん増えてで空気もきれいになってっていう、そういう循環が当たり前のようにできていて、その中で人間が生きているんだっていうふうに気づいたんです、ビル・モリソンさんは。でちょうどその彼がそういうことに気づき始めた頃っていうのが、本当にモノカルチャーシステムが進み始めた頃で、一斉に森林を伐採して田畑一面をコーン畑にしたりとか小麦畑にしたりして、たくさんケミカルを撒いて、で土もボロボロになっちゃうし、で食べ物もケミカルでいっぱいだし、でそういうケミカルをほとんどが人間の手に渡らずに、そういう家畜工業畜産の動物たちに回ってっていう悪循環のこのシステムですね。でまた土がダメになったら今度はまた新しい土地を見つけて森林を伐採するっていう、本当にどんどん地球をボロボロにしていくやり方、こういうモノカルチャーっていうのにがちょうど出てきた時に、彼はこれに気づいて、こういう風に戻していかないといつかもうこの地球に住めなくなる時が来るっていう風に彼は感じて、そのパーマカルチャーっていうのを始めたんです。じゃあ原始人みたいにすっごい昔のやり方に戻らなきゃいけないのかなとか、じゃあもう本当に土地を持ってる人しかできないじゃんとか、田舎に行かないとできないじゃんって思う人いっぱいいると思うんですよ。でもこれまたちょっと別の話になっちゃうんですけど、このパーマカルチャーっていうのはですね、都会にいてもやることができます。全てをやることは難しくても本当に小さなことからでいいんですね。でそういうことをすることができます。簡単に言うと、例えばベランダで野菜を作ったりとか、ベランダでコンポストしたりとか、ゴミを減らしたりとかね、そういう今皆さんがやっているエシカルのような活動ももちろん本当にそういうパーマカルチャーの一部でなると思っていいと思います。でちょっとねイメージしにくい人がいると思うんですけど、例えばいい例がですね、これ私の勝手な想像なんだけど、もののけ姫みたいな世界ですね。本当に動物と、自然が一緒になって自然に人間が溶け込んで生きていくっていうような感じの世界です。トトロとかね、昔ながらの里山文化みたいな感じが、まさにパーマカルチャーっていうイメージかな、簡単に言うと。で
でビル・モーリソンさんはですね、これは本当にパーマカルチャーはそんな大それたことをねできなくても、本当に小さなことを一つずつ変えるだけで、一人がね変えていくだけで世界が変わるっていう風に言ってるんです。やっぱり自分だけの力ってすごく小さいかなって思うけど、そういうことを知るだけでもだいぶ違うし、それでちょっとしたことをね行動するだけでも本当に違ってくると思うんですよ、私も。で、パーマカルチャーっていうのは、じゃあ実際どんなことしてるのって思う人いると思うんだけど、例えば、もちろんね、自給自足がまずあります。野菜とか果物を自分たちで作る。で、あとは、例えば、そういう家畜となるような動物たちも、自然に、育てて、例えばそういう動物を使って、例えば豚さんとか、鶏とか、土をほぐしてくれますよね。でそういうトラクターとかを使う代わりに、チキントラクターって言うんだけど、そういうものを使って、自然に土を分解してもらうとか、あとは太陽の力を使って、ソーラーオーブンって言うんですけど、太陽の力を使って料理をするとか、そういうのもあります。で、あとは建築に関しては、例えば、もちろんソーラーパネルを使うとかもできますけど、建物を建てるときに、太陽の光というか、太陽の動きを見ながら、より太陽のね、光が、たくさん降り注ぐようなお家を作る。で、そうすることによって、無駄なエアコンを使ったりとか、ヒーターを使ったりする必要がなくなるとか、もちろん古くなった木を、再利用するとか、そういう、もう本当にね、たくさんのことがあります。それは例えば街にいるとちょっと難しいかもしれないですけど、例えばコンポストをするとか、ニューヨークとかですごく流行ってるのが、その屋上で、野菜を作って、できた野菜を、コミュニティの、レストランとかで使うとかね。そういう本当に、田舎にいても街にいても、パーマカルチャーってできるし、何もその原始時代の生活に戻るっていうわけじゃなくって、現代のある技術もうまく調合させて、自然と共に生きていくっていうのがパーマカルチャーです。だからそんなもう電気もないし、水も自分で汲みに行ってみたいな、そういう生活とはちょっと違います。やっぱり悪いところじゃなくて、私たちが発明した、発展してきたいい技術はそのまま使っていこうっていうのも、古いものと新しいものを合わせるっていうね、それもパーマカルチャーです。はい、今日はちょっといろいろ話が、交差しちゃって、本当にちょっとわかりやすいビデオを作れたかどうかちょっと疑問なんですけど、そのね、パーマカルチャーについて、なんか面白そうって思って、これで自分で検索してみようとか、ちょっと自分でやってみようかなっていう思う人が、増えたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、それではですね、今日最後に私の、大好きな言葉を紹介しようと思います。これはマハトマ・ガンジーの言葉なんですけど、すごくジーンときて、それから私の大切な言葉の一つにしています。はい、ちょっと読みますね。あなたのなすことはほとんど無意味であるけれど、それでもやらなければならない。世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするために。はい、すごく深い言葉。はい、それでは今日も動画見てくださってありがとうございます。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。See you next time! バイバイ。